今日は皆さんから要望が激しくあったので、ホンダの再使用型ロケットについて解説しろというお話があったんで、ホンダのロケットなんですけれども、一応ライバル会社ということで、我々インターステラテクノロジーズのガチライバルになる可能性があるということで、私がこれを解説するのもポジショントーク的になりがちなんでやめておいたんですが、要望が結構多かったんでちょっと解説はしたいと思いますけれども、ホンダのロケットですね、割と秘密主義でなかなか外部に情報出てこなくて、ターボポンプの製造とか協力してる人とかですね、本当に関係者からですね、ちらほらと噂みたいな状態でお話は聞いていたんですが、初めて350メートルのフライトですかね、さすがに隠せないということで映像公開されてましたけれども、北海道の大樹町のですね、我々の施設とはまた違った場所でやっておられます。大体の場所は想像ついてるというか、空からの写真もあるんで分かるんですけど、北海道大樹町広いんでね、我々とは違う場所でやられております。そこでですね、350メートル上昇してまた着陸したということで、再使用型ということで世の中の人たちも割と大騒ぎしてたわけですけれども、再使用型そのものについてはですね、大型ロケットであれば採算性は頑張ってコスト3分の1、普通多分半分ぐらい、コスト半分ぐらいにしかならないんで、大幅なコスト削減効果が認められるとか、イーロン・マスクが言うように100分の1に下がるとかっていうのはちょっとホラーというかありえない数字なので、せいぜい3分の1、だからコスト削減効果っていうのはあまり再使用型ロケットっていうのは期待できず、一番大きな効果っていうのはリードタイムの短縮ですね。例えばスターシップのような大きなロケットだとですね、1段目に33機ですかね、ラプターエンジン33機もついてて、2段目に6機もついてるんで39機もロケットエンジンをですね毎回作ってたらそれは大変だよねっていう話で、製造のリードタイム、特にロケットエンジンの製造のリードタイムを短縮するために再使用型にしているというのが大きなところなんじゃないかなと思います。再使用型にしているところで納期の短縮、リードタイムの短縮、でもアメリカで作ってるからっていうのもあると思うんですよね。アメリカ人の製造技術っていう話で言うとですね、トヨタ式生産方式みたいな、我々実際にトヨタグループさんとめちゃくちゃ密接にサプライチェーン構築においてですね、非常に密接な関係を築いておりますけれども、ちょうどロケットエンジンの部品点数が自動車の部品点数と同じぐらいなんですよね。で、これが旅客機になると1桁2桁上がってくるので、看板方式とかですね、トヨタ式生産方式みたいなすり合わせとかですね、そういったものがですね機能しなくなるんですよね。やっぱどうしてもミスが出てくるんで、めちゃくちゃ冗長な確認とかですね、そういうプロセスを経て、ミスをしてもですね自動的にそのミスが修正されるというか、そういった製造プロセスを取らざるを得ない。だから納期の短縮だったりとかコストダウンだったりとか、そういったところがやはり難しくなってくる。だから逆に言うと日本企業の得意分野があまり活かせないので、航空機の製造で日本企業というのはあまり存在感を示せてないのはそういうところもあるのかもしれません。で、ロケットです。つまりですね、アメリカの製造業のサプライチェーンの基準でやってるとですね、おそらくめちゃくちゃ遅延するんですよね、大量生産したとしても。だからファルコン9ぐらいのロケットでも、ぐらいの大きさのロケットでも再利用型を考えざるを得なかったのかなっていう、そういった事情もあるし、もっと言うと火星に着陸する技術を磨いているという説の方が割と濃厚といいますか、火星は地球の100分の1ぐらいしか大気密度がないので、パラシュートが使えないんですよね。パラシュートで十分に減速することができない。地球の場合はパラシュートで十分減速ができるので、逆噴射をしてですね軟着陸をするっていうことは必要ないわけですけれども、実際スペース X のカプセルもちろん底面にですねスーパードラコってエンジンが9個ついてるんですけど、それで陸上に着陸するときはそれを最後孵化して軟着陸しますけど、海上は多分ダイレクトに落としてるはずです。パラシュートで減速してそれをそのままリエントリーさせて海上に着水させてるはずなんで、エンジンを多分使ってないと思うんですけど、ということが地球だとできるんだけど火星だとできないんで、ファルコン9ですごい頑張ってあれをやってるってことの方が大きいのかな。だからアメリカの製造業とかそういった問題、サプライチェーンの問題とかそういったものもあって再利用型の研究開発が先行している、そういったところも事情としてはあるのかもしれないなと思っていて、ホンダさんがなんで再利用型のエンジンのデモを一番最初にやったのか、ちょっと僕ら的には謎なんだけど、やっぱ大企業の懐の深さといいますか、いきなりしかもあれ水力6
6.5 キロニュートンとかって言ってたんで、キログラムに直すと650キログラム、だいたいね、10分の1ぐらいなんで、650キログラム F、推力 0.65 トンっていう、非常にちっちゃなエンジン。うちだとですね、10年以上前に打ち上げた鈴風っていうロケットがちょうど5キロニュートンぐらいなんで、同じぐらいのサイズだと思うんですけど、当然我々はそのターボポンプなんか使ってないし、再生冷却もしてない、アブレーション冷却方式のガス押し式のすごいシンプルなエンジンでしたけれども、これを打ち上げてます。ぐらいの感じのイメージなんだけど、なぜかあんなちっちゃなエンジンなのにターボポンプがついてて、再利用しているっていうのが、しかも2機ついてるんで、ジンバルでロール制御までできてるっていうことで、非常に高度な制御技術だなというふうに、すごくしかも安定して35センチしか目標とずれなかったみたいな形になっておりましたけれども、非常に優れた技術であることは間違いないと思います。我々と同じように燃料は液化メタンと酸化剤は液体酸素を使っております。その辺は技術的には割と共通している部分は多いのではないかなと思います。彼ら2029年に、打ち上げということで、それもサブオービタル打ち上げということで、そうですね、アメリカで言えばですね、ブルーオリジンが、打ち上げているサブオービタル機、ニューシェパードに結構近いものなのかなっていうふうに思ってます。ニューシェパードのように、おそらくもしかしたら有人打ち上げを考えてるのかなと思います。ただ、2029年にサブオービタルということなので、まだまだ先のお話ではあります。そこもやはり大企業らしくですね、研究開発費が潤沢にあって、人材もいっぱいいて、我々みたいなドベンチャーはそんなこととてもできないんで、再利用はどっちにしろ大型ロケットにならないと採算性もリードタイムもあんまりいいことないんで、我々の小型ロケットは使い捨て式でいきます。そっちの方がコストも安くつきますし、リードタイムもですね、せいぜい1回の打ち上げで10個の、ロケットエンジンということなので、トヨタさんのグループの力も借りながらですね、効率的な生産方式で、ガシガシロケットエンジン作っていきますので、リードタイムが問題になることはないのかなというふうに思います。次のですね、デカという、ファルコン9とかよりも、ファルコンヘビーぐらいの大きさですかね、そのロケットになって初めて我々は再利用の技術を開発していく予定です。それぐらいしないと我々みたいなドベンチャーは再使用なんて当分先の話なのになんでそれ先にやっちゃうのみたいな。ちゃんとステップバイステップでサブオービタル機をガス押し式のアブレーション冷却でやって、その後ターボポンプ開発して再生冷却をして、それで小型ロケットを軌道投入した後に大型機を作って再利用技術を開発するという、スペース X もそういうプロセスを経ましたけれども、我々もそういったプロセスを経ていこうかなと思っております。ということで、本田さん、一緒に宇宙業界盛り上げていきましょう。いってらっしゃい。